どこにでもある朝でした。お茶をすする音、いつもの新聞のめくる音、それが我が家の日常でした。夫の健一は今年で68歳。真面目だけが取り柄の男です。定年を迎え、家でのんびり過ごす日々。ある日、夫は腰を少しさすりました。ちょっと痛むな、その一言が始まりでした。息子が勧めてくれた最新のスマートフォン。夫は不器用に画面を叩いていました。腰痛直し方、検索画面に入力します。それがすべての入り口でした。画面に映る親切そうな先生の顔。夫は熱心に見つめています。ほんの5分のつもりでした。しかし、画面の端には次の動画が並んでいます。あなたの腰痛は実は危険なサイン。そんな文字が踊っていました。夫の指が吸い込まれるように動きます。いつもなら庭の植木に水をやる時間。でも夫はソファから動きません。画面の光が夫の瞳を青く照らしていました。次の日もその次の日も夫はスマホを離しません。YouTube という仕組みはとても賢いようでした。一つ動画を見ると似たような動画が次から次へと現れます。腰の次は膝ですね。画面の中の声が語りかけます。夫はうなずくようにまた次の動画を押しました。高血圧を防ぐ食事、血糖値を下げる魔法の習慣。動画は終わりません。気づけばお昼のチャイムが鳴っていました。私は声をかけました。お父さん、お昼よ。でも夫からの返事はありません。あと1本だけ。つぶやく声はどこか遠くを向いていました。夕方になっても同じ姿勢のままでした。テレビのニュースも見ず、大好きなプロ野球も見ず、ただ小さな画面を見つめています。認知症を予防する習慣、老後資金の現実、遺言書の書き方。動画のテーマはどんどん深刻になっていきました。夫の眉間には深いシワが刻まれています。健康になるための動画なのに、夫の顔は日に日に暗くなっていきました。ご飯の味がしない、そうつぶやくことが増えました。画面の中の情報が夫の頭を埋め尽くしていました。週末、息子が家にやってきました。いつもなら笑顔で迎えるはずの夫が暗い顔のままぽつりと言いました。俺は今月中に死ぬかもしれない。リビングに冷たい空気が流れました。息子の直樹は驚いて夫の顔を見つめました。どうしたんだよ、急に。夫の手は小さく震えていました。動画で言っていたんだ。この症状はもう手遅れかもしれないって。夫のスマホの画面を息子が覗き込みました。そこには不安を煽るような文字が何十個も並んでいました。視聴履歴は健康の悩みだけで埋まっています。合計時間は6時間を超えていました。私は胸が締め付けられました。夫はただ長生きしたかっただけなのです。私たち家族と少しでも長く一緒にいたくて一生懸命勉強していただけでした。それなのに画面を見つめるうちに心が迷子になってしまったのです。小さくなった夫の背中を見て私は涙がこぼれそうでした。不器用な優しさが自分を追い詰めていました。お父さん、私は夫の肩にそっと手を置くことしかできませんでした。息子の直樹は夫のスマホを優しく取りました。そして
穏やかな声で言いました。親父、YouTube の仕組みはね、見たいものをずっと出し続けるんだよ。親父が悪いんじゃない。機械が不安を集めてくるんだ。夫はポカンとしていました。自分の体が病気なのではなく、画面の仕組みに心が引っ張られていたこと、それに初めて気づいたようでした。健康になるために一日中座っているなんて本末転倒だよ。息子の言葉がリビングに静かに響きました。夫は自分の手をじっと見つめました。画面の光が消えた部屋はとても静かでした。私は何をしていたんだろうな。夫の口から小さなため息が漏れました。それは魔法が解けたような静かな瞬間でした。次の日の朝、夫の枕元にスマホはありませんでした。夫はいつもより少し早く起きてきました。お母さん、ちょっと歩いてこようか。私たちはスマホを家に置いたまま外に出かけることにしました。朝の空気は冷たくて心地よかったです。画面の中にはない本当の風が頬を撫でていきました。まずは背筋を伸ばすことからだな。夫は動画の知識を思い出したようでした。でも画面を見るのではなく、自分の体と対話しているようでした。歩きながら夫は言いました。動画で言っていたよ。歩くときは大股でかかとから着地する。実践する夫の姿はどこか楽しそうでした。それから水分は喉が渇く前に飲むんだな。私たちは公園のベンチに座り、水筒の白湯を一口ずつゆっくり味わいました。お昼ご飯の時も小さな変化がありました。夫はお味噌汁の匂いを深く嗅ぎました。 YouTube の先生がね、だしのうまみを生かせば塩分は減らせるって説明するのではなく、嬉しそうにお箸を動かしています。野菜から先に食べると血糖値が上がりにくいらしい。夫はキャベツをゆっくりと噛みしめました。画面を見ながらの食事とは全く違っていました。情報に振り回されるのではなく、自分の生活の中に少しずつ溶け込ませていくこと。夫は新しいスマホの使い方を体で学んでいるようでした。画面を閉じることで本当の健康への扉が開いたのかもしれません。それからの夫はスマホを見る時間を自分で決めるようになりました。朝の30分だけお気に入りの信頼できる先生の動画を見る。それ以外は画面を伏せておくようになりました。近所のシニアクラブにも顔を出すようになりました。画面の中の見知らぬ誰かの言葉より目の前にいる友達との他愛ないおしゃべり、それが何よりの認知症予防だと気づいたようでした。ある日の夕方、夫が庭で息子からもらった苗木を植えていました。土を触る夫の手はもう震えていませんでした。直樹が次に LA へ来た時、大きくなっているといいな。夫の横顔には穏やかな笑みが浮かんでいました。私はその背中を見つめながら、また少し胸が熱くなりました。どん底の不安からこうしてまた家族の未来を語れる日常へ戻ってきてくれたこと、当たり前の今日がどれほど愛おしいか、夫の後ろ姿が教えてくれた気がします。不器用な父親が一生懸命に生きようとする姿は言葉以上に温かいものでした。
スマートフォンの画面はとても便利です。でも、そこにある情報はあなたの日々を照らしているでしょうか、それとも不安で曇らせているでしょうか。夫は今、スマホをポケットにじまい、空を見上げています。明日は晴れるな。その声はとても力強いものでした。健康の本質は画面の中にはありません。大切な人と過ごす、この一瞬一瞬の中にあるのかもしれません。あなたのスマートフォンは今、どんな画面を映していますか？少しだけ画面を閉じて、目の前の景色を見つめてみませんか？お読みいただきありがとうございました。